皆さんこんにちは、ゆるいざ IT チャンネルです。それでは今回はハッキングやセキュリティ系をやる上で必要になるネットワークの基礎知識について解説していきたいと思います。前回の動画でハッキングやセキュリティ系をやる上で IT インフラの知識が必要になるってことを少し説明したと思うんですけど、今回説明するネットワークっていうのはそこに含まれる技術というかスキルの一つになりますね。普段皆さんが使っているパソコンやスマホにも関係することなんで、興味があれば最後までお付き合いください。ということで、まずはツールを使って PC からインターネットに接続した際の通信の流れを取得してみたいと思います。はじめに通信の一連の流れを見ることでネットワークの概要を把握するっていうのが目的になりますね。以前も動画内で使ったワイヤーシャークっていう通信の流れを可視化することができるツールを使用します。これでデータの取得が完了したので、通信の中身を見てみましょう。初見だとちょっと何が何だかわからないと思うんですけど、例えばこの通信が私が今使っている PC から YouTube に通信した時のものになりますよと。いろいろな情報が出力されているんですけど、見るポイントとしては、まずこのソースっていう列になりますね。ソースっていうのは送信元のことで、PC 側の IP アドレスになりますね。次にデスティネーションっていう列になるんですけど、これは送信先のことで、YouTube のサーバーの IP アドレスになりますね。ここに表示されている YouTube の IP アドレスは DNS を参照することで確認することができるんですけど、Google とか大きいサイトだと複数の IP アドレスが登録されてたりしますね。ただここのアドレスっていうのは変わったりもするので、必ずしもこの IP ってわけではないので、そこはご注意ください。次に見るポイントとしては、この右側に通信の概要が記載してあるんですけど、この部分になりますね。51573から443って数字が書いてあると思うんですけど、これがポートって言われているものになりますね。51573が PC に紐づいているポート番号で、443が YouTube 側のポート番号になりますよと。443っていうのは HTTPS っていうプロトコルのポート番号になるんですけど、Web 系のサービスを提供するなら、サーバー側で HTTP、HTTPS のポートを開いておく必要があるってことになりますね。PC 側に振られている51537っていうポート番号はダイナミックポートって呼ばれたりもするんですけど、これはランダムに振られているポート番号になるので、今の時点ではあまり気にしなくて大丈夫なので、そういうものがあるんだなっていうぐらいの認識で大丈夫ですね。今見てもらったように IP アドレスとポートっていうのは通信をする場合に必ずセットで使われるものになるので、ここは覚えておきましょう。次に見るポイントとしては、今見てもらった PC と YouTube の IP アドレスがずらずらとたくさん表示されていると思うんですけど、通信っていうのは1回のやり取りで完結するものではなくて、こんな感じで何回もやり取りすることで成り立っていますよと。なんで何回もやり取りするのかっていうのをすごくざっくり説明するとですね、最初に PC とサーバー間で通信を始めますねみたいなやり取りがされるんですよね。ここでお互いの合意が完了すると PC とサーバー間で通信が始まります。次に実際に使うデータのやり取りが始まりますよと。YouTube であれば動画のデータとかになりますね。視聴中はそのデータが絶えず流れてきてるっていう感じになりますね。最後に利用するのが終わると、じゃあこれで通信終わりますねみたいなやり取りがされて PC とサーバー間の通信が終了します。また別な通信を始める場合は丸1から同じ流れでスタートするっていう感じになっていますね。通信っていうのは目に見えないものになるのでイメージしづらいかもしれないんですけど、こういった流れの処理が常に実行されているのですごい膨大な量になりますよと。ここまでの説明でデータ通信の大まかな概要を理解いただけたんじゃないかなと思うんですけど、もう少しだけ突っ込んだ話をすると、一つ一つのデータの中にはいろいろなデータが入ってるんですよね。要するにさっき見てもらったこの一行一行でやり取りしているデータの中身ってことになりますね。このやり取りしているデータのことをパケットとかフレームとかヘッダーとかって呼んだりしますよと。昔携帯のプランでパケ放題とかあったと思うんですけど、それはこのパケットっていう名称から来たものになりますね。一部省略して記載してはいるんですけど、データの中身を見てみるとこんな感じになっています。さっき説明した送信元の IP アドレスとか送信先の IP アドレス、あとはポート番号の情報なんかがデータ本体に付加情報として付与されていますよと。それ以外にも先ほどの説明では省略したんですけど、シーケンス番号とかウィンドウサイズ、チェックサムとかそれぞれ役割を持った情報がこのように付与されています。こういった感じでデータ本体以外の情報が付与されることで、この通信はどこ宛てのもので何の用途の通信なのかっていうのを判断しているわけですね。今回は YouTube の通信を例としたんですけど、パソコンでもスマホでもタブレットでも通信が発生しているものは今回説明したやり取りがされているってことを覚えておくといいと思いますね。ということで今回のネットワークの基礎知識についての説明はここまでにしたいと思います。インフラ系の勉強をしたことがある方はご存知だと思うんですけど、本来であれば OSI 参照モデルとか TCP/IP がどうのとかパケットとかフレームの中身が何とかでっていう座学から入ったりするんですよね。もちろん基礎知識を固める上ではすごく大事な要素になってくるんですけど、いきなりそこから入ると内容がややこしくて何言ってるか分かんなくて挫折する確率が結構高いんですよね。今回は通信の大まかな概要を理解してもらいたかったんで省略したんですけど、今言った OSI 参照モデルとか TCP/IP とか、そのあたりはまた別な動画でやれたらなと思います。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。